このてっぺんとガラス、正面の方から飛んできたっぽいですよね。なんかスパッと切られたみたいな。いやでもこんなところに鋼鉄をサクッと切れる刃物なんてあるわけないか。どうだかね。私だってバーにあんな棒箔みたいな仕組みがあるなんて思ってなかったし。ですよね。っていうか言われなきゃここバーだったって気づかないですよ。何があったんです？えー、っとよくある揉め事の延長とか？よくあるレベルじゃこうはならないでしょう。しかもこの通りの監視カメラまたチンピラに壊されたっぽいんですよね。担当の警官さん大変だ。さっき見た時イスの車はもう駐車場になかった。遠出するって話も聞いてないし、もう逃げたならいいけど、鉄板の後もどう見ても一人の実験体の仕業じゃない。バー一つに複数体なんて何考えてるのよあの人たち。もしかしてちょっとした事故って。まあこの辺の判断は情報部の人に任せればいいですよ。っていうかそろそろ行かないと朝食逃しますって。あれ、リュドミラさん大丈夫です？なんかぼーっとしてますけど。ああ、ごめん、ちょっと考え事してただけ。ここ数日残業続きでちょっと疲れてるのよ。あ、そうだ、家に忘れ物したの思い出したわ。あなたは先に行ってて。じゃあ予約してた朝食は？持ってっていいわよ。私は途中で適当に買うから。ほらほら、こんなとこで突っ立ってないで。間に合わないわよ。イスは確か裏口に予備の鍵を用意してたはず。あれ、そうだ、今はこの植木鉢ね。2週間ごとに場所が変わるのを忘れるとこだったわ。まったく、どうしてスパイ映画みたいな真似するのかしら。ずいぶんだこと。あの警官たち本当に単なる破壊行為だと思ってるの？天井なんて穴が開いてるけど。まあいいわ、その辺はどうせ私の仕事になって戻ってくるんだから。君の力で影響をコントロールしてほしいちょっとした事件がある。ああ、はいはい。どうせ実際に同僚に笑顔を振りまいたりこっそりアーカイブを改ざんするのは彼らじゃありませんから。激しい割れ跡はない。血痕は見える範囲にはないみたいね。イスたちはすぐ脱出してる。よかった。テーブルや椅子や酒瓶が散乱している部分だけ見ると敵に店を破壊されたのは確かなようね。ちゃんと保険をかけてるといいけど。少なくとも彼女の大事な寝室は一から回収しなきゃなんないみたいね。
ここも同じね。結婚はない。後始末をした痕跡もないわ。戻ろう。私にできることはないわ。あの警官さんの同僚が到着しちゃうわね。早く出なくちゃ。これはあのナビゲーターくんの端末。まったくセイレーンのやつらやってくれたわね。もう来たか。あの毒蛇主任ったらこんな時に行方不明のふりをするなんて。仕方ないわ。もしもしアンナ、ごめんなさい。今大丈夫？ちょっと家で急な出来事があって、さっき急に電話がかかってきて私にもどうしようもないの。とにかく休暇を取ってもらってもいい？